今回はローカル中華の美味しいお店プドゥに行きましょう。バクテー大好きです。こんにちは、正臣です。今日はプドゥを中心に紹介したいと思います。ケールセントラルのモノレール駅からハントゥアに移動します。私の動画ではよく出てくるこのタッチ&ゴーというカードなのですが、このカードは日本でいう交通カードになります。すなわちスイカのようなものですね。電車はもちろん高速道路でも使えたりします。そして加盟店だと買い物もできたりします。とても便利なカードです。さあ、それでは行ってみましょうか。毎回なんですけれども、このね、感度が異常に悪いんですよね。今日は反応してくれました。さあ、駅に行きましょう。ここでマレーシアあるあるです。エスカレーターがなぜか使用禁止になっている。そして頻繁に起こる。はい、そんなわけで今日もまさおみチャンネル行ってみましょう。始まるよまさおみチャンネル。数駅ほどの移動です。こちらブキビンタンシティセンターと書いてありますが、この駅がハントゥア、そしてララポートに直結している駅になります。ここでは降りず、もう一駅行くとプドゥに着きます。プドゥで無事降りることができました。この駅からだいたい5分程度のところに今日のお店はあります。それでは歩いていきましょう。こちらが今回のお店。繁盛店なのでピーク時間は避けた方がいいと思います。実はこのお店、私何度も来店していて、個人的にはクアラルンプールで一番美味しいバクテーだと思っております。そしてコスパもよく安いです。今回注文したのはスープのバクテーです。こちらが注文した一覧になります。まずバクテーを食べるにあたって自分好みのソースを作ります。ソースというのは卓上に置いてあるニンニクやからしなどをミックスして自分好みのソースを作るということです。いわゆるタレですね。タレを作ります。ソースを作ってますね。こちらが揚げパン、そしてスープ。このスープと揚げパンがよく合うので後ほど紹介します。さあ、いよいよバクテーを食べていきます。バクテーを簡単に説明すると、豚肉を薬膳スープで煮込んだものになります。最初食べた時は何とも感じなかったのですが、日が経つにつれてまた食べたいなと思ってしまい、今ではバクテーが大好きな人間になってしまいました。こちらがバクテーのお肉ですね。ちなみに時刻は午後4時。空いてる時間を狙ってきました。案の定空いていてよかったです。本当にいつも満席なんですよ。店員さんに美味しいかと聞かれました。こちらもつですね。もつを先ほど作ったつけだれにつけて食べています。いろんな部位が入っているようです。そして野菜も入ってます。
このくたくたに煮込まれた白菜なんか最高ですよ。先ほど紹介した揚げパンをスープにつけます。この揚げパンにスープを染み込ませて食べるのがまた美味しいのです。ふにゃふにゃにしてください。最高です。はい、お次はスープをご飯につけてお茶漬けのようにして食べます。これもまたバクテーの一つの楽しみ方ですね。何しろこのスープがいろんな味を吸ってて美味しいんですよ。もちろんご飯にもとっても合います。さあいっちゃいましょう。これがいいんですよ。うまい。ちなみにスープはおかわりできるので、店員さんにスープが欲しいときはおかわりを頼みましょう。わかります？すごいでしょ、汗が。熱い。熱い。すごい熱いです。めちゃくちゃうまかった。こちらはドライのバクテーですね。そして上がスープ、下がドライです。大人数で行くときは食べ比べてみるのもいいかもしれません。全然帰れる距離なのですが、気分転換に今日は泊まることにしました。今回泊まったホテルはこちらになります。料金は90リンギでした。ちょうどディパバリの時期ということもあって飾りがしてありましたね。1階にはコインランドリーもついておりました。なかなか便利なホテルのようですよ。そして屋上にはシーシャバーも完備されてます。夜はシーシャバーで楽しみました。ついでにお部屋の紹介をしておきましょう。全然悪くないね。きれいきれい。まあ本当に寝るだけっていう感じですけど全然いいですね。で水が2つとコップがついてます。これなんだ、なんか謎のわからん。あとアメニティもついてましたね。でビーチサンダルがなぜか右左違うという感じです。よいしょ。でテレビがあって、まあエアコンがありますね。景色はこんな感じで、もうすぐ隣が、見えますか？電車の線路になってます。次回はプドゥの市場を散策します。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、正臣でした。